今回の動画では建築・空間デザインのコンセプトデザインに役立つ発想法をご紹介します。デザインの依頼を受けたものの良いアイデアが思いつかない、どのようなデザインが求められているのかわからないということはないですか？今回はできるだけ効率的に魅力的なコンセプトデザインを発想するための今日から使えるテクニックを短く紹介していきます。クライアントや上司からデザインの依頼を受けるとき、大体の場合は曖昧で、行き先もわからないし、どのように行けばいいのかもわからない。その時のデザイナーはこんな状況です。コンセプトデザインとは、どこに行くのか、どのような方法で行くのかを直感的にわかるように示してあげることです。行き先は海、ハリネズミに刺されないように、というように、目的と制約条件を見つけることで、飛行機で向かうというアイデアが生まれます。このように2つの条件を設定して最適な方法を考えるという方法で次々にアイデアを出していくことができます。では、早速始めていきましょう。まず、依頼主からの要望や懸念など、ヒントになる情報を聞き出していきましょう。無理に整理しようとしたりせずに、いろんな情報をどんどん書き留めていきましょう。ヒントになる情報がある程度書き出せたら、その中からいくつかの組み合わせを選んでみましょう。気になる項目を目的として設定し、それに対して制約になりそうな項目をセットで選びます。例えば、明るいお店を目的に選び、予算が少ないことを制約として選ぶという感じです。複数のアイデアを検討した方が良いので、他にもいくつか組み合わせを選びます。商品が見やすいお店と狭さ、清潔な印象とたくさんの人に来てほしいなどです。ここでのポイントは、何が本当の目的なのかと深く考えすぎて悩まないようにすることです。多くの場合、クライアント自身も本当の目的や課題について明確には認識できていません。いくつかの例を具体的に示すことで、目的と答えを一緒に探すことこそがコンセプトデザインの役割なので、悩みすぎず素早く幅広く考えることを意識しましょう。では次のステップです。ここでは明るいお店と予算の制約を例に考えてみましょう。選んだ2つの項目に対して、それぞれ具体的な例を挙げていきます。明るいで思いつくものを5個挙げてみましょう。思いつかなければ AI も使って効率的に進めていきましょう。では次に、低予算で思いつくことや材料を挙げていきましょう。できました。では、それぞれ一つを選んで組み合わせてみましょう。まずは、蛍光灯と単管パイプを選びました。では、ジェミナイを開いてイメージを作っていきましょう。蛍光灯と単管パイプをデザインテーマにしたインテリアショップを描いてと入力します。できました。モダンでスタイリッシュなイメージが素敵ですね。この要領でいろんな言葉の組み合わせを次々に試してみましょう。どんどんアイデアが膨らんで楽しいですね。では、別動画で紹介した方法で、イメージからムードボードを作って提案を作ってみてください。あなたの提案が今までよりずっと魅力的になりましたね。この動画が役に立ったと思う方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。次回も
今日から実務で使えるテクニックを紹介していきます。